はい、こんにちは。僕は今、グアルダに来ています。前回のビセウ Vlog からですね、予想していた方いらっしゃいましたでしょうか。ビセウからバスで1時間ですね、ジャスト1時間で、到着しました。この町はですね、標高1056メートルで、ポルトガルで最も標高が高い県都と言われています。なので、もうひたすらですね、どんどん道路を上がってバスが、来ました。ぐね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 と。なのでちょっとバス酔いして若干気持ち悪いんですけど、でも標高が高いので気持ちいい風が吹いていて、すごくなんかそう心地のいい気候な気がします。グアルダはですね、5つのF の街と言われていて、ファルタ、フォルテ、フリア、フィエル、フォルモーサですね、豊か、そして城塞、そして、寒い、そして忠実、そして、美しいですねという5つのポルトガルの F から始まる単語が、この街を表していると言われていて、その5つの F をですね、今日じっくりと、1日堪能して回りたいと思います。このトーレドス・フェレイロスは中世の城壁を守った重要な防衛塔の一つです。頂上から見える街並みが本当に美しいです。この無料のエレベーターで登ることもできますし、階段で登ることもできます。ちなみにあそこに見えるもう一つの塔がトレドゥメナジアムですね。で、この手前の方に見えてるこれですね、この大聖堂がセダグアルダですね。グアルダの大聖堂です。ここは割とメイン通りの一つっぽいですね。洋服とか食事、お土産屋さんなどがあります。ではそろそろですね、お腹が減り始めたので、ランチを取ろうと思います。この通りも可愛いですね。素敵です。昼食を取ろうと思ったんですが、この通りに見せられてちょっと散歩モードをまた再開しました。アンティークショップですね。でちょっと旧市街の中から来ましたが、これがなんていうんですかね、さっきいたところの旧市街の歴史ある門というかエントランス的な意味合いもある、中世に街を囲んでた城壁の出入り口の一つですね。でこれは王とか重要な人物を招き入れる門だったので、ポルタ・デル・レイ、王の門と名付けられているそうです。グアルダってあれですよね、位置的にもスペイン国境がほぼすぐそこにあるので、物資の行き来とか、なんていうんですかね、防衛の意味以外においてもすごく重要な地理的な拠点なので、ああいう城壁とか門っていうところは思ってる以上に歴史的な意味合い
重要度が高い、場所ですよね。でちなみにそう今王の門からすぐのこのエリアが、アンティゴバイロ、ジュダイ層ですね。旧ユダヤ人、街です。このエリアはそうさっき交易の話しましたけど、ユダヤ人ってそういう交易的な部分とか、あとは金融とかいろんな産業の部分で、こうやって共同体作っていろんなところにこう根を張って、こう商売をしたりとかですね、していた文化があるので、ここがそういう場所の一つでした。当時ですね、もう改宗とかこう何ですか、国外、退去を国から命じられて、もう今はその文化はないですが、ここは当時はそうユダヤ人の集落というか拠点になっていた場所です。旧ユダヤ人街です。はい、ランチはこのお店で、この場所の郷土料理を食べようと思います。はい、ソーセージの盛り合わせ頼みました。この黒いやつですね、特にこの黒いやつがグアルダでも名物で、モルシラドゥ・グアルダという、こうあれですね、血でこの黒い色になってるっていうソーセージです。そうちょっと楽しみにしてたので、はい、嬉しいです。ゆっくり味わいます。カレーっぽいスパイスが効いてますね。美味しい。そんな臭くないかも。正直に言うとこれが何かわからないんですけど、これがちょっと口に合わないので食べれなそうです。すごい酸っぱい。何なんだろうこれ。すいませんがちょっと残します。いや、ソーセージの正体はですね、ファリネイラというソーセージだそうです。小麦粉と豚の油とニンニクとパプリカとじゃがいもと言ってたかな。そうだからちょっとねっとりした食感なんですよね。そうだからソーセージっぽく見えないんですけど、酸っぱいです。発酵の酸っぱさらしいです。すごい酸っぱかったです。申し訳ない。ほぼ全部残しちゃいました。でも旅の醍醐味でしょう。ちょっと挑戦して合わなかったということで、初めてかもです。食事あんな残しちゃったの。入っていきましょう。あれですよね、ポルトガルで一番標高の高い県都にある大聖堂なので、一番標高の高い県都の一番標高の高い大聖堂ってことですよね。2.5ユーロでルーフトップにも登れるので、ルーフトップまで登ります。こんな近くで鐘が見れるなんてすごい綺麗。いやー、すごいいい景色、素晴らしいです。一応ですね、さっきの、鍛冶屋の塔とかから高台の景色は見れるには見れるんですけど、でも2.5ユーロ払ってここを登る価値あると思います。さっきももちろんですね、すごい絶景でしたが、ここはより風車側に近くて、そう山の景色がちょっと近くてですね、だとやっぱりこのゴシックとマニュアルの素晴らしいディテール
越しに見える街の景色と山の景色がすごくこう本当に絵みたいですね。絵画というかそうみたいな雰囲気なので、ここはチケット買う価値ありなので、大聖堂の中だけだったら無料なんですけど、ここ来た方がいいかなって思います。すごい素敵です。本当にこの風車ビュー素晴らしい。着きました。カステロ・ダ・ガルダです。ガルダ城です。いやもうめちゃくちゃ高いところにあるので、この34度炎天下の中ここまで来るの相当疲れました。達成感です。歩くのこう苦手な方とかですね、暑さ苦手な方は多分歩くとちょっと厳しいと思うので、バスが結構ですね主要な箇所は通ってるので、バスで来るのがいいんじゃないかなと思います。あれですね、最初にまずここにトップのここにバスで来て、そこから歩いて降りていくのが楽なこうコースかもしれないですね。お、景色すごい。いやめっちゃ疲れました。本当に汗だくですけど、景色すごいですね。本当に来る価値ありです。今こうキャッスルの、跡地として残されているトレド・メナジャムっていうのが当時の、お城の一部の首都というかこうメインの一部であった場所みたいで、だからそうですね、800年前かなにここがこうなんていうんですかね、外敵の見張り場に使われていたり、ここでこう人々が最前線にいたと思うととっても感慨深いですね。この景色見てたと思うとすごい面白いです。さあ、じゃあ城の周りが公園になってて大きいミラドールになってるので一周します。うわ気持ちいい、すごい綺麗。本当に人がいないですね。全然人に会っていない気がします。冒頭に訪れたジョゼ・デ・レーモスというジャルディンに来て、スラッシー休憩してます。ちょっと暑すぎて冷たいの飲みたくなったので、今冷たいのでちょっと水分補給をして体を冷やしているところです。このジャルディンすごいいいですね。地元の人が集まっててすごい素敵です。なんかゆったりとしててやっぱりいい空気です。はい、メゼグアルダとでその横に隣接しているパソカルチュラっていう施設もまとめて見てきました。そっちも、メゼグアルダが、運営している展示、スペースで、そっちは現代美術ですね。2020年代の、作品が展示されている場所でした。メゼグアルダはですね、もうオールジャンルって感じですね。グアルダ関連のもう本当にグアルダに関連する考古学資料から、中世、コンテンポラリーアートまで全て、展示されています。コンテンポラリーがちょっと久々に見たいなと思ったので、そうすごいいい機会になりました。すごく面白い作品だったので、いくつかちょっと撮ったやつ映像でお見せしておきます。
さあ旅ももうすぐ、終わりです。最後にですね、休憩しにアストラリアに来て、ちょっとコーヒー休憩してます。皆さんグアルダ旅行いかがでしたでしょう。僕はですねこの5つの F ですね、本当にお土産買ったんですけど 5F のそう、このフリアですね、寒さはちょっと今もう真夏なので感じることはできなかったんですけど、その他のですね4つの F すごい身に感じる一日でした。特にこのフォルモサという言葉を本当に感じながらですね、美しいなと本当に思って過ごしてました。標高の高い街なので、そう本当にどこ見ても別にこう展望スポットに行かないでもですね、常に美しい景色が目に入って、で街も静かで、すごくこう心洗われる、旅になりました。ビセウからですね1時間なのでセットで来るのすごい良かったなと思いました。ではですね、最後にオーストラリアでゆっくりして、で美味しそうなパンも明日の朝食用に買えたので、最後までギリギリまで楽しめました。この後はもうバスターミナルに乗って行って、でそこからバスですね、リスボンまで4時間直行で帰ります。今回も、皆さんお楽しみいただけたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。